こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの話を見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はコモさんです。はい、よろしくお願いします。コモと申します。よろしくお願いします。さあ、じゃあコモさんについて自己紹介をお願いします。はい、一応本職リハビリ系の先生、リハビリの先生をしているんですけれども、それと同時に、休日はお花屋さんなどもやらせていただいておりまして、お部屋の中でワークショップなどもさせていただいております。コモと申します。改めてよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 3LDK ということで、かなりちょっと大きいと思うんですけど、はい、およそ何畳ずつぐらいのそうですね、合計で80平米くらいめちゃくちゃでかいそうなんです。一人暮らしと思えないくらいなんですけど、思えないですねしかも洋室もあって、そう和室もありましてっていうところで、はい、比較的ねちょっと映ってるかもしれないですけど、結構植物だったり古道具だったりそういった個性的なアイテムがたくさんあるかと思うので、そのあたり紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初こちらのお部屋はどんなお部屋になりますか？一応こちらのお部屋はこんな感じでドライフラワーとかを並べさせていただいておりまして、ワークショップなどでこちらで花材をお客様にピックアップしていただいて、それでスワッグなどを作っていただいております。普通のご自宅だとなかなかありえない光景ですがそうですねこれ今このお部屋だと大体何種類ぐらいのお花？そうですね、今ここにいるものでも大体10から20種類くらいのお花はあるかもしれないですね。ちょっとドライフラワーというところで少しお話をお伺いしたいんですけど、はい、こうすごい綺麗にドライされてるというか、はい、なんかこういうドライフラワーの綺麗にドライするコツみたいなのって何かあったりとかするんですか？まずなんですけど、僕のここにいるお花たち基本的になんか見たことない花とか変なお花が多いとは思うんですけど、やっぱり基本的にお花によってドライフラワーになりやすいなりにくいっていうものはありまして、で僕が結構こうやってここに並べてるお花たちは原産が南アフリカとかオーストラリアの子たちになりますので、ベースの水分量が少ないお花たちになるんですね。なんでこの子たちは基本的には水を抜いた状態、ドライフラワーにした状態でも綺麗にドライにはなってくれるような花材をピックアップはしております。そうなんです。はい、選ぶところから結構変わるんですか？そうですね、やっぱりどうしても水分量が多い日本の原産のお花とかになってしまうと、どうしてもドライにした時に綺麗な見た目にはならなかったり、形が崩れてしおれてしまったりもするので、できるだけドライフラワーになりやすい花材をピックアップさせていただいております。そもそもこのドライフラワーにハマったきっかけみたいな、なんかそういったところをちょっとお話を少しお伺いしてもいいですか？とても下水話なんですけれども、もともと彼女がいない時とかに、女性とデート行ったりした時、ちょっとフラッとプレゼントを渡したりすることがあって、でそれで一回花をあげたことがあったんですね。そしたらめちゃくちゃ喜ばれまして、でそれでこれお花いいなっていうことになりましてでお花をちょっとインターネットで作り方を調べてスワークをちょっと作ってあげたことがあって、それもまためちゃくちゃ喜ばれて、でお花ってすごいなーって思っていた時に、ちょっと知り合いのデザイナーの方が一緒に何かイベントとかで出店する人を探していて、でちょっと僕こういうお花とかやってるんですよっていうお話をした時に、じゃあ一緒にやろうよって言ってくださって、でそれからもうこんなような形になってしまいましたとてもご縁の中でこういう形になれてありがたいなとは思うんですけれども、なんかこの中でコモさんのお気に入りのドライフラワーだったり、なんか思い出のあるもの、もしくはなんか作品みたいな、なんかそういったものとかってあったりしますか？そうですね、やっぱり一番個人的には思い入れのというか、もう未だに大好きなんですけれども、こちらの葉っぱなんですけど、グレービリアゴールドっていう葉っぱがありまして、これすごくて裏表で色味が違うんですよね。でグレービリアゴールドっていう名の通り、ここが葉っぱが金色なんですね。でこの金色に関してはドライフラワーになった後の方がすごい綺麗にこの金色は出てくれて、発色も良くなってくれるので、で僕が初めてドライフラワーのスワッグを作りたいなって思ったのもお花屋さんでこの花材を見たのがきっかけだったんで、未だにこのグレービリアゴールドには相当な思い出はありますね。なんかこういったこのお花たちっていうのは業者がよく使うような、卸市場みたいなところで。そうですね、一応市場の方で購入させていただいてまして、もともとは業者用のサイトで仕入れをしてたんですけれども、やっぱそうじゃなくて実際現場に行って、その市場に行って、でフレッシュな状態のものを見て、
っていう方がかなりいろんな火災に触れられるというか、見たこともないのは未だに僕でもあるので、やっぱそういったものを見れるので、やっぱ最近市場に行っていろんな刺激をもらいつつ仕入れもしつつっていう感じで楽しませていただいてます。なるほど、わかりました。あとはちょっと後ろの方、少しお話をお伺いしたいんですけど、こちらはまた、手前側とちょっと違うものが置いてあるのかなっていう気はするんですが、ここはどういったものが今置かれてるんですか？そうですね、ここら辺はかつて僕が作ったリースであったりとか、あとはスワッグとかを作らせていただいてまして、一応ここでワークショップやったりする関係で、見本じゃないですけど、ちょっとかなり昔に作ったものなんで、ちょっと見た目的にはちょっとそんなに良くないものとかもあったりするんですけど、こういった感じで一応スワッグ作るにあたってはこういうメインの大きい花を決めていただいて、後ろの方はこういう葉っぱものでうまく詰めていただけると綺麗に形ができますよっていうような感じ、見本としても置かせていただいてます、ね。あとはじゃあちょっとお部屋で使われてる少し古道具みたいなところのちょっとお話もお伺いしていきたいんですけど、まずこちらもさっきちょっと手前側にまた戻るんですけど、テーブル、これもすごい味わいのあるテーブルだと思うんですけど、こういったこれはどちらで購入？これはですね、埼玉県の熊谷にあります金子古家具店という古道具屋さんがありまして、そちらで一人暮らしを始めてから一番最初に買った大きい家具になりますね。一応こちら長机、洋裁学校で使われてたものになりまして、多分今から5、60年前のものになります。ただやっぱりそれでもかなりしっかりした木材使われているので、若干たわみとかもあるんですけど、型崩れ自体は全くせず、かつうちの古道具たちとの相性もすごい良くて、とても気に入ってるものですね。やっぱこの子があるからこそこういう綺麗なディスプレイもできているかなとは思います。確かに、なるほどね、わかりました。そしたらあとはこちら手前側にこのディスプレイって言ったらいいんですかね、こちらはなんかまずどういったものが中に入ってるんですか？一応こちらもドライフラワーであったりとかするんですけれども、見た目的に変なお花たちばっかりなんですけれども花瓶とかに入れるよりもこの中に入れた方がより一層いいんですかね、迫力があるというか、この子とかだと花瓶とかに入れるとちょっとあんまり長さがない分迫力が出ないんですけど、この子はやっぱこの実の方がとても面白いような感じになってて、花瓶とかに入れるというよりかはこういう正面から見ていただいた方が面白いようなディスプレイになるかなと思っている子たちをピックアップして入れさせていただいております。あとはこの入れてるこのショーケースというかね、これがまたすごい見たことないようなものなんですけど、そうですね。これはどちらで購入されたんですか？これはですね、埼玉県の東松山の方にありますリバーサイドファームという古道具屋さんがありまして、こちらのお店で購入させていただいたものなんですけど、もともとせんべい屋さんで使われてたショーケースらしくて、そのせんべい屋さんでもせんべいを思いっきりきれいに見せるためにこういったガラス張りのスタイルにしたと思うんですけど、ドライフラワーとの相性もすごい良くて、個人的にはかなり気に入ってますね。結構埼玉はこういう古道具屋さんみたいな、なんかお店はすごい多いんですか？そうですね、埼玉結構やってるところは、多いわけではないんですけど、結構やっぱり埼玉の奥の方、それこそさっきの東松山とか熊谷の方も俗に言う田舎っていうような場所にはなってしまうんですけど、その分大きい規模でお店を構えてたりして、これ大きいものも結構置いてあったりもするので、個人的には埼玉の古道具屋さん侮れないかなと思っております。なるほどね、わかりました。こちらのショーケースの上に、またこの木のね箱というか、これもまたショーケースか、だと思うんですけど、これについてもちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか？これは標本箱っていうものになってまして、こんな感じです。ここもドライフラワーが、そうなんですよね、入れさせていただいてまして、こちらは茨城の方にある古道具屋さん、ちょっとお店の名前忘れてしまったんですけど、古道具屋さんで購入させていただいたもので、ガラス張りかつ中はこの鉄の感じになってまして、うちのドライフラワーとの相性がとっても良くてですね、もちろん標本用の箱なんですけど、やっぱりうちのドライとの相性がすごい良くて、綺麗なディスプレイにはできているかなと思いまして、かなりこの子気に入っております。ありがとうございます。続いてリビングスペースを紹介していただきたいなと思います。まずリビングですけど、どんな普段は過ごし方をされていますか？普段はですね、こちらのテーブルの方に座って、コーヒーを飲んだりとか、それこそ本を読んだりもするんですけど、結構僕自身がお酒が好きなので、ここでもお酒を友達を呼んでお酒を飲んだりとか、ゆっくりのんびり過ごすようなスペースになってますね。植物とか結構いいですね。そうですね、やっぱりかなり、ドライフラワーだけじゃなくて観葉植物などもかなり大好きなので、いろんな種類の植物が置いてあったりはしますね。ちょっと早速順番に細かいところお話をお伺いしたいと思うんですけど、こちら左側の照明ですね、
この照明がまたすごいどうなってるんですか？はい、これはですねベースに鉄の枠がありまして、でその枠にドライフラワーたちを引っ掛けたりとかさせていただいてまして、こんな感じにドライフラワーが上から垂れ下がった照明になってます。なるほどね。ドライフラワーも何個ぐらいこれついてるんですかね。結構いろんな種類があるんですけど、すごいいろんな種類基本はユーカリを入れてまして、ユーカリでもユーカリ一応700種類くらいあるのでいろんなユーカリを入れてはいるんですけど、とかあと一応ここにミモザっていうのとかあとバラとかもありますね。あと一応これまだ生きてるんですけどエアプランツっていうような子も入れてはいまして、なんかそんな感じでいろんな植物を入れて、もう自然な感じをイメージして作らせていただいてます。これなんか風でこう少し揺れたりするのもいいですね。ありがとうございます。この影が上で綺麗にくるくるくると変わっていくのもすごい好きで、夜は特にやっぱりこのライトがかなり強くなってくれるので、この影もより鮮明に出てくれてかなり気に入ってますね。これライト作るまでにどれぐらいの期間で？そうですね、この枠自体、ライトの枠とこのライト自体はこちらも埼玉の古道具屋さん川越にある歌方っていうお店なんですけど、歌方さんで購入させていただいてまして、あとはそこにユーカリとかいろんなこのドライフラワーたちを組み込んでいって、作った時間1時間もかかってないかなと思います。そしたらじゃあちょっとこの下の方に移動して、こちらの棚ですね、ガラスの食器棚素敵なのをちょっとお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？こちらも埼玉の熊谷の金子古家具店さんで購入させていただきました。これ大体おいくらぐらいで？こちらはですね金子古家具店さんお値段お手頃で大体2万円くらいで購入させていただきました。結構本当に安いですよね。ちょっと中にも食器がいろいろあると思うんですけど、結構食器とかも好きでいろいろ集めてる。結構好きで、もともと食器は1人暮らしする前実家にいる時からいろいろ集めさせていただいてまして、それこそお酒が好きなんでお酒を入れるようなグラスもありつつ、あとこういうバーテンがやるような、これも古道具なんですけど、シャカシャカ、これも古道具？そうです、これも古道具なんです。ガラス張りでなかなかいいんですけどとかがあったりとか、ワイン用の鈴のワイングラスがあったりとか、あとはコーヒーも好きなのでこういうコーヒーカップ&ソーサー、これもすごい有名な子でクイストゴーっていう方のレリーフなものになってるんですけれども、こちらも学生の時一人暮らしする前に購入させていただきましたね。そしたらじゃあこちらの棚の上のちょっとお話を、お酒ですね、置いてあるこちらのスペース、これはどういった感じで置かれてるんですかね？こちらもお酒123瓶置かせていただいてるんですけど、すみません、よいしょ、こんな感じでスーッとお酒取らせていただきますと、もともと糸巻きとして使われてたものなんですけど、それを123個組み合わせてこうやって置かせていただいてまして、これの上にお酒の瓶の方を置かせていただいてます。これ3つも組み合わさってたんですか？そうなんですよ。なるほどね。組み方もなんか変えたりしてあれですか？そうですね、もともとはこの状態、単品の状態で売っていたものをなんかちょっと見て、これ組み合わせたらお酒が置けるんじゃないかと思って、結構お酒が大好きで、うちにもう瓶とかがもう果てしない数あるんですけど、こうやって置けるんじゃないかなと思って買ってみてやってみたら、案外綺麗に、思ったより綺麗に収まってくれたっていうような形になってますね。なるほどね、わかりました。そしたらあとこの下、ちょっとお伺いしたいんですけど、この扇風機、めちゃめちゃこれもすごいレトロなそう、レトロっていうような言葉が本当にふさわしいですよね。これはどちらの扇風機なんですか？こちらはですね、長野の諏訪湖の近くにありますリビルディングセンタージャパンですね。これなんかどういったところがポイントで購入されたんですか？うちにある子たち基本的に古道具になりますので、プラスチックのものってあんまりうちにはなくて、でその雰囲気に合うような扇風機が欲しいなと思っていて、かといって電気屋さんとかになんて今はやっぱプラスチックのものとか結構多かったりすると思うんですけれども、いいのないかなと思ってた時に、その入り火線の方に行った時にこの子見つけまして、で色味もファンがこの透明なグリーンの感じ、この感じがすごい素敵だなと思って、レトロなんですけどうちの雰囲気にはすごい合うと思って購入させていただきました。なんか古い家電とかだとこう実際使ってみると使えなかったりとか、ちょっと風量が弱いみたいな、なんかあったりするのかなって勝手な印象なんですけど、そのあたりとかってどうですか？全然問題なく使えてまして、で一応機能としても、タイマー機能とあと首を振る角度を調整できる機能もついてまして、個人的には十分納得できる代物かなとは
思っております。しかも状態も結構見た感じいいですもんね。そうなんです。綺麗な状態で保たれてまして、そうですよね。しかも古道具の良さでこのサイズのものなんですけど、この子一応お値段が2000円くらいだったんで。ほう、そんなにお手頃だった。そうなんですよ。お手頃価格っていうのも古道具の、一つの良さなのかなとは思っております。ありがとうございます。そのままちょっと右の方に移動をしまして、奥の棚ですね、お話をお伺いしたいんですけど、こちらも昭和家具といいますか、そういった雰囲気も感じられますが。そうですね。この子はですね、二平古家具店というお店がありまして、二平さんの方で購入させていただいたものになります。この中結構本もありますけど、先ほども出てたように結構読書は普段されたり。そうですね、結構本読むのも好きなんで、もちろん漫画も好きなんですけど、小説とかそっちの類も好きなので、いろいろ読ませてはいただいてます。あとはこちらの棚の上にも、奥のなんかレコードです。レコードですね。こちらもレコードで、音楽もすごい好きなんですけど、うちにまだレコードプレーヤーはなくて、ただやっぱり見た目としてディスプレイとしてとっても様になってくれるなと思いまして、ゆくゆくはレコードプレーヤーも欲しいなと思っているんで、それに備えて何個かレコードは買ってはいるんですけど。そうなんです。なるほどね。そしたらじゃあまたこのままちょっと右の方に移動をしまして、メインのダイニングテーブルといったらいいですかね、こちらすごい大きなテーブルだと思うんですけど、これはどちらでご購入されたんですか？これはですね、実は古道具といえば古道具なんですけれども、知り合いのデザイナーの方がいまして、その方がかつて古民家カフェをやっていて、そちらがちょっと今閉店してしまっていて、机のもらい手をちょうど探していて、でそのタイミングで僕はちょっと一人暮らし始めまして、でそれでぜひくださいと言ったらこの机と椅子も一応そちらで使われてたものなんですけど、それをくれまして、なんか本当に生きた古道具じゃないですけど、人とのご縁の中で本当にいただいてしまった古道具で、この子がセンターテーブルとして構えてくれるおかげで、ここでいろんな人を呼んでワークショップだったりとかお酒を飲んだりする場面を設けられたりもしますんで、個人的にはとても気に入っております。ここもね、刻印がある。これ何の刻印なんですか？そうですね、一応これ多分、板自体を買ってきて、でそれで足とかをつけて、そのデザイナーの方作成されてたりはすると思うんで、その板を買った時点でもともとついていたような刻印になるとは思います。逆にこれはこれで様になってて面白いかなと思いまして、これは本当に認定されてるものを多分買ってきてると思いますね。そういうものがあるんだ。なるほどね。あとはちょっとこちらのじゃあテーブル上にあるこちら植物たちのちょっと簡単なお話もお伺いしたいんですけど、植物とかは購入するにあたってポイントじゃないですけど、こだわりみたいなかったりしますか？そうですね、やっぱりこれも実家にいる時からちょっとこの子たちは大切に育てさせていただいてはいて、こういう広いスペースをもらえたので、それに応じてさらにいろんな種類の方を購入させていただいてはいるんですけれども、観葉植物についてはもう来るものを拒まずというのをやっておりまして、市場でもこういう子が出回ってたりとか、この家の近くにまた面白いお花屋さんというか、そういう観葉植物とか扱ってるお店もありまして、でそちらで出会いの中でこの子素敵だって思った子があったらすぐ買ってきて置かせていただいているっていうような形になります。それこそ今ちょっとお話にも出てたんですけど、行きつけの植物屋さんじゃないですか、なんかそういったところとかって買ったりしますか？一応、植物メインのお店ではないんですけれども、古着屋さんの中に植物が置いてある埼玉の大宮のバンカラさんというお店がありまして、この子とか、あとこの鉢とか、あとこの鉢もそうですね、そちらのバンカラさんで購入させていただいてはいて、高校生の時からそちらのお店には行っているので、そのお店古道具とあと植物なども置いてありまして、うちのディスプレイはそういったような、バンカラさんのイメージインスピレーションは結構多大には受けているかなと思っております。ありがとうございます。あとはテーブル端にレトロのまたアイテムがあるかと思うんですけど、これは何ですか？これはですね、一応ライトになってまして、こちらも埼玉県の古道具屋さん、川越にある歌方さんというお店で購入させていただいたものになるんですけど、一応船舶ランプといって漁師さんの船の上に置いてあった子になりますね。一応電気つけるとフィッとこんな感じになかなかいい色味を出してくれる子でありまして、一人暮らし始めるにあたって相当早い段階でこの子も一人惚れしてしまって買わせていただいた子になりますね。香料も結構ありますよね。結構あります。それこそ夜とかはあれですか、この間接照明そうですね、この間接照明とあと先ほどのドライフラワーが吊り下げてある照明で、なんか本当バーみたいな雰囲気なんですけど少し薄暗いような雰囲気の中でお酒をたしなませていただいております。ありがとうございます。そしたらリビングの
天井ですね。こちらに何やらあまり見たことないもの、はい、照明のようなものがあると思うんですけど、これは何ですか？この子はですね、一応照明ではあるんですけど、この両サイドが一応ここから音楽が流れるような形になってまして、携帯とかで Bluetooth でこの子と接続させていただきますと、両サイドから一応音楽が流れるような形になってまして、で音楽本当に大好きなんで、もう四六時中ここでずっと音楽をかけて友達とかと楽しんだりワークショップしたりとか、さっきも言ったようにここでいい音楽かけながら夜のお酒をたしなませていただいてるっていう感じになります。これ天井から音出るのめちゃくちゃいいですね、はい、なんかこう生活感も少しちょっと消せるというか、ね、そうですね。やっぱり上からの音のが来るおかげでやっぱ反響するじゃないですけど、やっぱり臨場感あるような音楽になって、すごい個人的には新感覚とまではいかないですけど、お部屋全体に音楽が綺麗に響き渡ってくれるので、個人的にはいやさすがパナソニックさんだなっていう感じで思っております。ありがとうございます。はいはい、続いてこちら寝室紹介をしていただきたいなと思います。はい、こちらは主に洋服がやっぱ多いんですかね？そうですね。これ結構寝室なんですけど、まあこういった感じで古着が大好きなんで、古着を結構多く並べさせていただいてます。こっちの右側にも結構洋服とかまだありますもんね。はい、そうですね。カバン類であったりとか、一応こちら古着のパジャマシャツなんですけど、ストライプの可愛いようなパジャマとかも、パジャマも一応古着がいいなと思ってこんな感じで寝室なんでね、置かせていただいてます。洋服はおよそ何着ぐらい今持ってるんですか？そうですね、古着にハマってたのが高校生の時からなんで、具体的に数えたことはないですけど300着くらいはあるかもしれないですね。めちゃくちゃありますねまあ洋服がお好きというところで、はい、もちろん購入するにあたってこだわりだったりなんかあると思うんですけど、そういったところを教えていただいてもよろしいですか？はい、そうですね、やっぱり古着だからこそ出せる色落ち、日焼けとかによる色落ちもありますし、やっぱこういうことかはもうハンドメイドの古着になってまして、本当に一点物っていう言葉がもう文字よりふさわしいような声になっていて、正直作りの粗さとか縫い目の粗さっていうものあるんですけど、だからこそ出せる味、正規のブランドだったら出せないような子だとは思うんですけど、そういった面白さを感じられるのは、古着のとても好きな一面の一つですね。なんか普段行きつけのお店だったり、はい、なんかそういったお店は古着でもやっぱあったりする？ありますね。一応古着屋さんで言いますと、大宮、埼玉の大宮の方にあります、先ほども植物の時にもご紹介させていただいたバンカラさんっていうお店には高校生の時からお世話になってまして、そちらの古着屋さん、古着だけじゃなくて植物とか古道具とかも置いてありまして、そちらの店員さんたちともすごい学生の時からよくしていただいていて、いろいろなことを教えてくれたお店であったりとかスタッフさんたちだったなって未だに思いますね。というわけで、じゃあ顧問さんの古着のお気に入りの、はい、なんかちょっとアイテムだったり思い出に残っているもの、もし 2,3 着あれば、はい、ちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど、何かありますか？古着に関してなんですけど、ロングコートになってしまうんですが、この子、僕はあんまりブランドには基本興味がないんですけど、こちらアクアスキュータムっていう、イギリスのブランドで、バーバリーとかと肩を並べるようなブランドではあるんですけど、こんな感じでとても綺麗なストライプのチェックがかかってまして、個人的には学生の時からずっと憧れてた子で、大学生の時にバイトをしてお金を貯めて、で初めて買った結構お値段はしたんですけど、本当にブランドのあるいい服っていうような感じで、この子はかなり思い入れがありますね。未だに何か大切な日には絶対この子は着るようにはしてます。結構じゃあもう購入されてから何年も経ってますね。そうですね、本当に購入してから5、6年くらいで、高校生の時だったら、今から本当に下手したら7年とか8年以上経ってるような子たちもあるんですけど、古着だったり、あとアーミーとか軍物も多かったりもするので、やっぱその分持ちは良かったりはするんですよね。ありがとうございます。その他何か軍物のアイテムとかで、何かちょっと目に入るものもあったりはするんですけど、お気に入りのアイテムあったりしますか？そうですね、ちょっと軍物っていうお話をさっきしたんですけど、とはちょっと違って古着の良さがもうもろに現れてる一着がありまして、これユーロワークっていうワーク系のパンツなんですけど、見てわかる通りワーク系のパンツなんで、もうペンキによるペイントといえば聞こえはいいんですけど、汚れと言ってしまえば汚れではあったりするんですけどこういったワークパンツとかもすごい好きで、この子だからこそ出せるような色味とかっていうところが確実にあるとは思うんですよね。本当にこれはブランドとか新品のものだったら絶対こんな状態で売ることはないと思うんですけど、それすらも許容していけるっていうのは古着の良さ、面白さなのかなっていうのはありまして、
やっぱり誰かにとってこれいわば不要になってしまったくらい汚いものかもしれないですけど、そこに僕が価値を見出せるんであれば、また僕がそれを着て、また下手したらそれをまた次の世代につないでいくこともできるかなとは思ってまして、そういったところもやっぱ古着の面白さなのかなと思ったりはします。なるほどね、ありがとうございます。そしたら続いてクローゼットの前に古道具の木の棚があると思うので、ちょっとこちらのお話をお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？一応こちらも先ほどおせんべい屋さんのショーケースの時に紹介した埼玉の東松山にありますリバーサイドファームという古道具屋さんで購入させていただいてまして、木の箱なんですけれども、リンゴ箱なんて言われるんですけど、昔やっぱ農作物とかをこういうものに入れて運んだりとか、そういったことをしてたりしたようで、これは多分リンゴ箱じゃなくてワインとかそういう瓶とかを運んだものかなと思って、ちょっと分かりづらいんですけど、ここにその時の日焼けとかもありまして、そういったものを組み合わせて置かせていただいてますね。はいはい、この3つともあれですか、同じお店で買わせていただいてまして、埼玉の古道具屋さんで東松山の方にあるってことで、やっぱり結構お店の規模感としてはなかなか大きいお店でして、戸建て1個分とその隣にある大きい倉庫1個分がお店の規模になってまして、こんな多分規模合計で3、40個くらいは並んでたと思うんですよね。でそれをちょっといくつかピックアップして購入させていただいて、こんな感じで積み重ねておかせていただいているのがあります。なるほど、ありがとうございます。じゃあまたそのお隣に行きたいと思うんですけど、こちらのミリタリーのバッグですか？これもまたなんかすごい味わいが出てると思うんですけどこれバッグで合ってますか？これ一応バッグですね。これはどちらで？こちらはですね、東京の高円寺にあります背骨っていう古道具屋さんがありまして、今そこ多分工事中でやってないかもしれないんですけど、背骨さんで購入させていただいたカバンになります。サイズも結構大きいですよね。大きいですね。もともとこれ一応軍物ではなくて、僕も別の方から聞いた話ではあるんですけど、これ俗に登山バッグらしくてですね。そうなんですよ、登山用のバッグの本当に出始めた時の方っていうのを僕が聞いたおじ様もおっしゃっていらっしゃいまして、登山用のバッグの本当に初期のモデル、一番最初期の形はこれになるらしいんですね。へえ、そんなに昔のものなんだ。これはだいたいおいくらぐらいで購入されたんですか？これはですね、2000円で購入させていただきましててっきりなんかレアもの感とかも存在感強すぎて、とんでもないものなんじゃないかなって勝手に思ったんですけど、そうなんですよ。そんなところに変えたんですね。古道具の良さといえば良さなんですけど、やっぱり正直この子も見た目としてはシミが結構あったりとか、本当に最初砂ぼこりまみれで結構綺麗にするのに時間かかったりもしたんですけれども、だからこそ買い手がつかなくて値段自体は安くなっていたとしても、僕はこの中に結構それこそ植物関係のもの、例えばお花さんやるんだったらこの中にそういうものを入れたりとか、あとそれこそこの中に花をちょっと入れていくこともありますし、やっぱそういった誰かが不要になったものっていうところに価値を見出したりするのはすごい、やっぱり先ほども言いましたけど、古道具の面白さなのかなと思っています。なるほど、ありがとうございます。はい、続いてこちらの和室紹介をしていただきたいなと思います。ここの部屋はどのような感じで活用されていますか？はい、やっぱ和室なんで基本的にはリラックスしてのんびり過ごせるお部屋になっていて、一応こんな感じで襖を外させていただいて、いろいろ棚とかを入れていろんなものをこうやって並べたりもしているような場所にはなってますね。こちらの多分メインというところで、この襖を抜いたスペース、ここはディスプレイなんですかね？そうですね、基本ディスプレイだったりもするんですけど、こんな感じで古道具の棚とか、これ本棚だったりするんですけど、こういったものをいろいろ組み合わせて入れさせていただいてまして、パソコンだったり本だったり、あと花瓶類であったりっていうものを置かせていただいてますね。なるほどね。ここの棚でお気に入りのアイテムだったり、なんかそういったものがあればちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。ちょっと大きいんですけど、脱衣かごっていうもので、もともとは銭湯とかお風呂屋さんとかで使われてた脱いだお洋服入れるかごであったりはするんですけど、こちらも一応古道具で気に入って使わせていただいてますね。これはどちらで購入されたんですか？これもまたまた登場、埼玉の熊谷にあります金子古家具店さんで購入させていただきました。何でも揃いますそう何でも揃います。これ中に入ってる毛布、そうですね、毛布もあったりスカーフもあったりするんですけど、一応こちら毛布、これも古着でペンドルトンというアメリカのブランドではあるんですけれども、かなりこれはしっかりしたバージンウールのものになってまして、相当あったかいですし、見た目もすごいチェックの綺麗な色味だったりはしますので、個人的にはとっても気に入ってますね。ありがとうございます。
はい、ということで顧問さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからは明るくお話をお伺いしたいと思うんですけど、まずこの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですけど、どんなところが決め手で今住んでらっしゃるんですか？そうですね、やっぱり 3LDK ということでかなり広いスペースを持てる分、ワークショップだったりとかいろんな古道具とかを置けるっていうことはこの物件を選んだ大きな決め手の一つですね。確かに住まいでありながら一部職場でもあるみたいな。はいはいはい。そっか、ここが初めての一人暮らしの。そうですね。初っ端な 3LDK から始まったって感じなんですね。まさかなんですけど、そうなんでございます。そっかそっか、なるほどね。なんか結構広い分インテリアとかのレイアウトもこう難しいというか、まあ物の量も増えますし、なんかそういった気もちょっとしたりはするんですけど、そこら辺とかって大変でしたか？そうですね、やっぱりいろいろなものを買ってくるっていうのは大変だったんですけど、また大変という気持ちよりもやっぱり古道具とかもともとすごい憧れというか、興味があったので、そういったものに多く触れる機会をたくさん持てたっていうことはとても、楽しかったですね。なるほどね。そしたらじゃあ続いて、こちらのお部屋のコンセプト、はい、言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいな。そうですね、僕自身が住まいとして、古道具たちと一緒に住みつつ、いろんな人とワークショップであったりとか、シェフを呼んでのイベントとかもしてるんですけど、やっぱそういったところでいろんな人たちがつながっていけるような、人の記憶に残るようなお部屋とできればとは思って作らせていただいてます。もう植物とか、ここにもそうですけどねすごいですもんね。なんか自然、古道具とお花と植物印象に残ってるんですけど、こう普段結構埼玉のお店、たくさんなんか出てきたりしたと思うんですけど、東京とかでこういうインテリアのなんかお買い物とかってあんまりすることは少ないですか？やっぱもともと学生の時は行ってたんですけど、やっぱりコロナの影響もありまして、一応本職は医療系の仕事をしておりますんで、少しやっぱ東京の方に出るのははばかれるなっていうところもありまして、やっぱそれもあってより一層埼玉のところ、コロナになってから埼玉の先ほどにも挙げた熊谷とか東松山、本当に言ってしまったらあれなんですけど、どちらかというと田舎の方にはなるんですけど、やっぱそっちの方にもいいお店があるっていうのは、コロナになったからこそ、埼玉の方に行こうっていうところで、視野が広がっていったところでもあるんで、やっぱり今結構メインは東京ではなく埼玉の方でいろいろお買い物させていただくことが多いですね。改めてにはなるんですけど、埼玉でもしその古道具屋さんだったり巡るとしたらおすすめのお店というか、なんかそういったところちょっと教えてもらってもいいですか？やっぱり古道具屋さんだと何回も挙げさせていただいてるんですけど、川越にある歌方さんっていうお店であったりとか、あと熊谷にあります金子古家具店さん、あと東松山の方にありますリバーサイドファームってお店とか、あとこの動画の中では挙げれなかったんですけど、あと東松山の方にアーティークっていうような、鎌倉の方にも店舗を構えているようなすごい素敵な古道具屋さんがあったりもしますし、あと古着で言ったら先ほども挙げさせていただいたバンカラさんっていうようなお店とかもあったりはしますので、ぜひ埼玉、ちょっとどちらかというと東京よりは店の数は少ないかもしれないですけど、なかなか面白いことをやっている人とか面白いお店たくさんありますので、ぜひ足を運んでいただければなと思います。ぜひ気になる方遊びに行ってみてください。はい、最後ですね、何か顧問さんの方から何かお知らせだったり告知がありましたらしていただければなと思います。とても恥ずかしいことではあるんですけれども、一応今大宮の埼玉の大宮の氷川参道、氷川神社に通じる氷川参道沿いにありますベーグルラパンというお店で、月の月末の最初の土日にお花屋さんをやらせていただいておりまして、もしよろしければそちらの方お立ち寄りいただいて、その場で花束作ったりとかもできますので、もしご興味持っていただけましたらフラッとお立ち寄りいただいていろいろお話できたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。これなんかインスタとかで予約とか？そうですね。予約とかは特になく、本当フラッと来ていただいて、インスタの方でいろいろその家でのイベントのこととかいろいろな詳細の方を上げさせていただいてますんで、もうお気軽にメッセージ等いただけましたら嬉しいので、よろしくお願いいたします。ぜひインスタの方からイベント等の情報をチェックしてみていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲスト顧問さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。